ひょっとこチャンネルへようこそ。当チャンネルでは私の好きな作家、作品について紹介します。本動画は富江紹介シリーズです。シリーズでは漫画、富江の魅力、ストーリー、見どころを紹介します。また、当チャンネルでは伊藤潤二紹介シリーズを公開しています。未視聴の方は、まずそちらの動画の視聴をおすすめします。本動画は富江紹介シリーズの3本目、ストーリー紹介の2本目となります。内容はこちらです。この3話は連続したストーリーになっています。それでは本編に入ります。第4話、写真。舞台は高校。主人公は写真部員の泉沢月子。彼女は生徒の写真を勝手に撮り売りさばくというよろしくないバイトに精を出す。月子は先輩の山崎に片思い中であり、写真部ということを利用して彼の写真を撮る。そんな月子の行動は風紀委員に注意される。その風紀委員こそ富江なのである。そんな中、片思いの相手山崎が月子に話しかけてくる。意気揚々とする月子だが、山崎は月子に対し富江の写真が欲しいと依頼してきた。軽い失恋に打ちひしがれながら富江の写真を撮る月子。撮影中、月子は写真を売りさばいてることが写真部の顧問にバレ、1週間の停学となる。停学中、撮影した写真を現像した月子は驚愕する。写真の中の富江の頭には不気味な化け物が生えていたのだ。見どころ1、見えっ張り富江。停学中の月子のもとへ富江が見舞いに来ます。ここで富江の悪癖、安っぽい見えっ張りが炸裂します。月子の部屋のサグラダ・ファミリアの写真を見て、私はスペインに住んでいたのよ。生まれはフランスだけど、バルセロナの中心のガウディの設計した大きな家に住んでいた。お母様は有名な女優だった。祖父が画家でピカソと親友だった。聞いてもいない自慢話を始めます。フランス自慢とか、お粗末の嫌味のレベルです。見どころに、スプラッターギャグ。呆れた月子は富江に虚言癖があることを指摘します。すると、富江は頭痛を訴え、頭から化け物が生えてきます。月子のアパートの外には富江の所属する風紀委員の男子が待機していました。彼らは富江のピンチに駆けつけてきます。富江は彼らに、出来物を切り取って、と懇願します。彼らは月子を縛り上げ、富江の頭の化け物を切り取ろうとしますが、なんと、誤って、富江の首を切り取ってしまいます。そして、ここからは本当にコントみたいになっていきます。誰も見ちゃいないからの間最高です。本来は血まみれで怖いシーンなんですが、このとぼけた会話で笑ってしまいました。私が紹介した映画「富江アンリミテッド」でこのシーンを実写で再現しています。このシーンは最高でしたね。第5話、接吻。あの首ちょんぱから一晩経過。月子は両親に電話をかけるために外出する。外出したところ、偶然にも倒れた山崎を保護することになる。富江に会いたいと嘆く山崎は、風紀委員に殴られ倒れていたのだ。山崎は、落ち着くまで月子の部屋で看病を受けることになる。熱を出し、うなされる山崎。夜中に飛び起きた彼は言った。富江が呼んでるんだ。見どころ、復活する富江の美しさ、わがままさ。第4話で富江の首が切られたので、血液がカーペットに染み込んでいます。富江の再生能力によって、
血液から富江の本体が復活します。富江は復活するや否や、山崎との濃厚なキスを月子に見せつけます。それにしても、カーペットから復活する富江が美しいです。不気味さもありますが、同時に美しさに惹かれてしまいます。この表現力が伊藤潤二さんの魅力ですね。さて、話を戻します。富江が復活すると、月子と山崎を狙う風紀委員が窓を突き破り登場します。当然、ガラスが富江に刺さります。ガラスを抜こうとする風紀委員に対し、富江は罵詈雑言を連発します。さっきまでカーペットのシミだったなんて信じられないほどの元気さです。さて、富江は復活し、山崎は見入られてしまいました。果たして月子は助かるのでしょうか。気になる方は漫画をチェックしてみてください。第6話、屋敷。前回の事件後、引っ越した月子の元に元クラスメイトから手紙が届く。かつての片思いの相手の山崎が行方不明だというのだ。手紙をくれたクラスメイトに会いに行こうとする月子。そこに車に乗った富江が登場。富江が言うには、山崎は自分の家にいて月子に会いたがっているということだ。心配になった月子は富江の家に行くことになるのだが、見どころ1、富江の見えっ張り。ポルシェで登場する富江ですが、彼女に車の価値などわかるはずありません。ポルシェに乗っている理由は、特徴的で一目でスポーツカーとわかるから、高級車だからに決まっています。さすが、下品な見えっ張りといった感じです。富江は高校生のはずですが、免許はいつの間に取ったのでしょうか。見どころに、屋敷のおじいさん。ポルシェに乗り、2人は富江の暮らす屋敷に行きます。屋敷には富江を養っているおじいさんがいます。このおじいさんが素晴らしいセリフを次から次へと繰り出します。まずこちら、さらっと富江の本質を説明します。おじいさん、結構言いたい放題ですね。この富江に対する知識、おじいさんの正体は一体。次はこちら。おじいさんは富江の治療をしようとしていて、そのためにいろいろ実験をしています。そのため、屋敷に連れてこられた月子を実験台にしようとします。その時のおじいさんのセリフがとち狂っています。娘の体液やその他の怪しげな薬品を君に注射するのだが、しかし何事もチャレンジじゃ。こんなセリフを淡々と言うからすごいです。正直、ここは笑ってしまいました。見どころ3、富江の化け物。屋敷にはおじいさんの実験の慣れの果て、富江を元にした化け物が潜んでいます。この化け物の迫力、気持ち悪さは凄まじいです。気になる方は、ぜひ漫画をチェックしてみてください。そして、この話のラストですが、私は悲しみのある終わり方だと思います。月子は屋敷から逃げる際、富江の写真を撮ります。写真には富江の本性が写るのですが、果たして何が映し出されるのでしょうか。おまけ、ダジャレを言う富江、レアです。富江ストーリー紹介2本目は以上となります。当チャンネルでは富江紹介シリーズと伊藤潤二紹介シリーズを公開しています。興味がありましたらご視聴をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。